ハイタイ、皆様こんにちは、長峰香奈です。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなんちの目線で2人の取材に対しコメントさせていただきます。さあ、今回お二人はどちらに迷い込んだのでしょう。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲンサビラ。ご覧の提供でお届けします。はいさあ始まりました、プチ沖縄トラベラー。今日は沖縄南部の東側、南城市のお国にやってまいりました。イエイイエイToday we're at Okoku Hamlet in Nanjo City, which is in the southeast part of Okinawa, Japan. And we are going to check out this cute little hill area today. And O stands for small and Koku stands for valley. そう、ここは古民家とか石畳とか昔の井戸とかいろんなものがあって、沖縄の古き良き景色が楽しめる場所ですね。そして今いるこの高里っていうところは高台っていう意味であって、集落でこの素晴らしい景色を一望できる一番高い場所であります。Here is Takani Hill, where you can see both Nakagusku Bay and Chinen Peninsula. Back in the day, this is where people would have fun preparing for festivals and hold ceremonies. 今ではシーサー職人さんやおしゃれなカフェ、昔の街並みも残ってる、とっても今でもね素敵なところいっぱい見れるところなので、ぜひ今日回っていきましょう。 Yes, so today we're gonna finally know what are shisa exactly. Yes! では早速Let's go やさあ、今日は南城市お国ということで、本当にお国は昔ながらの風景があって、集落もあったりとか、本当にゆったりとした時間が流れているっていう印象なので、お国の今日はどんなスポットに行くのか楽しみですね。こっちがね、先ほど言ってた石畳道なんだけれども、これは実は全部琉球石灰岩で作られてるんですね。沖縄にある石、昔は海の中にあった石なんだけれども、でこの道はね48メートルぐらいなので割と短いんだけれども、戦争まではこういう道いっぱいあったんですよ。だけど戦争が終わってからこの昔の状態で残ってるのはここだけだから、ここだけ？それが1980年に有形文化財としても登録されました。おー、すごい。とっても貴重な昔の街並みがここだけか。感じられる道ですね。次はもう素敵な井戸もあるので、沖縄でカーっていうんですけど、そのカーを見に行きたいと思います。カーさあ、次はブーゲンビリア綺麗ですね。お花が綺麗ですけど、ピンクここが初めて最初の井戸、最初のカー、シムヌカー、下のカーっていうことなんですけど、すごく広くて綺麗でしょ。なんか昔らしくて、実はこのお国で一番古いカーで2つの水場に分かれてるんですけれども、シムヌカー、下の井戸っていう名前もあるんだけど、MeToo が夫婦の井戸っていう名前も付けられてたので、なんか壇上で多分2つ分けて使ってたのかもしれないね。さあ、カーはこの生活用水として集落の水源としても重要な場所なんですけど、水を汲んだりとか、あと洗濯をしたりですね、お母さんたちがユンタクをしながら話に花を咲かせてたんでしょうね。なんかそういうのを想像するのも楽しいですよね。じゃあ次は2つ目の井戸で、こちらです。中野井戸っていうことなんですけれども、こっちは実は3つの中で3つあるから井戸、一番新しくて、昔は洗濯物と芋洗い
芋を洗うために紅芋とかだと思いますよ。おーどの芋かはちょっとわからないけど。So they used this well back in the day to clean clothes and wash potatoes. Yes, wash potatoes. And we're almost there, the last one, the third well. Let's go. So, next to the third and last of the three wells. こちらです。ウィヌカーになります。上の井戸っていうことなんですけれども、これは3つ目になるんですね。これは実はもともと集落の皆さんの生活水として使われていたんだけれども、1974年に水道ができてからはもう使われなくなりましたっていうこと。とても貴重な昔の生活のもう象徴ですね。そう、南城市のお水って名水百選に選ばれてたりとか、本当綺麗な水が通ってるんですよね。湧き水が多い地域としても有名ですよね。ということで早速次はこのすぐ横なので、もうねお待ちかねのシーサーを見に行きましょう。Let's go! So, かっこいい。 this is the シーサー。これがシーサーですね。この迫力あるシーサーのシーサー作りについてちょっとね攻めていきましょう。Let's go。あ、でも可愛いのもあるね。可愛いのもあるね。なんかぽっちゃりの。はい、佐野さんこんにちは。こんにちは。もうね、いつも遊びに来るんですよ。僕ここにもね、もう大好きなシーサーたちがいっぱい置いてあるし、ここのはね、特に独特っていうか、もう素敵な迫力のあるシーサーなので、本当に素敵なお店なんですけれども、栗谷さんどうですか、このシーサーは。もう本当に素敵。もうシーサーもあるし、皿もあるし、もうなんかかっこいいですよね、全部が。もうドラッグもあるんですよね。はい、あこのります。コラムっていうのかな、like a dragon, like a pillar。こちらも最近はちょっと羽根付きだったりおお、すごい可愛いですね。で、あと海外の方はすごいスキューバダイビング、沖縄行くとスキューバダイビングする方も多いので、確かに沖縄といえばね、ダイビング、スキューバダイビングなんだけど、このスキューバダイビングしてるシーサー、はいしてみて。これは桜です。桜？はい、縁起のいい桜をつけて、は綺麗ですね。い、今日ご主人は、はい、もしかしたら作業されてたりとそうですかしてるんね。ですか？もう作業場の方でちょっと制作してますので、それ見れたりするかな？はい、もしよかったらどうぞ。はい、ありお隣の方でがとうございます。ぜひ行きます。お邪魔します。どうぞ、こちらです。じゃあ次は工房ぜひ佐野さん、はいよろしくお願いします。はお久しぶりでございます。はい、どうも。いやーね、相変わらず迫力がもうたくさんあるシーサーをね、お店の方でも拝見させていただいたんですけれども、今ね作業されてるっていう話だったので、今現在何を作られてるんですか？麺シーサーですね。麺シーサー、あ、うん顔ですね。顔だけのシーサはいはいはい。うんこれは今じゃあ土をもうそう形作りしてるところ形やっで、て今顔を作ってる感じ。なるほど。最終的にこれになるってこそうですす。とでか？はい。あここに紐をつけて、こう吊り下げるようになったら終わり。ああ、OK。Face シーサーの方ですね。Only the face of the seesaw, and they put a thread here to put on the walls or at the entrance of houses and so. このシーサーの由来って何ですか？魔除け。魔除け。魔除けだから南城市から始まって南城市だけど南部から始まってるから。あ沖縄の南部から。 So it's supposed to like keep away the bad luck or bad spirits. The bad spirits, and yeah. even the good luck, the good spirits. Mm-hmm. And it started in the south of Okinawa, so exactly Yeah, the part I we didn't are know here. 1689年頃。 1689年。へえ。中国の風水師っていうのがいて、はいはいはいそのはい。人がこの南部で災害があって、それ止まらないから、ここにこういうシーサーを置きなさいと。して石シーサーを置いたわけ。なるほど。でそれがピタッと止まったわけ。そこからスタート。皆さんもね、シーサーのこと分かったかと思うんですけれども、I'm sure you learned a lot about シーサー too. But あんまり焼いてるところって僕見たことないんですけど、今日って見れたりしますかね？焼いてるところ、ああ、
ちょうど今火入ってるとこありますから、はい。後でじゃあまだ温度はそんなに上がってないから大丈夫です。あ、ぜひお願いします。はい楽しみです。はいねうちなんちはやっぱり屋根とかまたね玄関にシーサー飾っているっていう人も本当多いんですけど、今家の中にもねシーサー飾っていたりとか、仕事のデスクの上にちっちゃいシーサーを置いたりとか、本当うちなんちにはもう欠かせないとっても大切な守り神。じゃあ早速オーブン、窯、陶芸窯をの中身を見せてもらえるということなんですけど、初めて見るので、初めて。ぜひお願いします。火入ってますけど大丈夫ですか？はい、それが見たいです。熱いですよ。はい、大丈夫です。お、音だけでもうわーって。はい。おお、すごい。今じゃ焼いてる最中ですね。そうですね。今温度はだいたいそれくらい、今300ぐらいいってるかな。はそれメーターあるからい。やっぱ暑いですね。熱いですよ。はだいたい300度ぐらいまでこう蒸気を飛ばすって感じで。い。はあ。So like 300 degrees Celsius, because I'm sorry, I don't have a clue of what Fahrenheit is. So now it was about 260 Celsius degrees, but the best temperature is 300. Get the moisture out of the clay. なかなか貴重な体験ですし、なんかシーサーのこともいろいろ分かって、もう最高でした。ありがとうございます。はい。So lastly, here is a little cafe that I love with a wonderful view and so many delicious stuffs that I'm sure you love. It's so cute. Yeah, it's very nice. It- After you, Thank お先にどうぞ。じゃあ今日どうでしたクリスタルさん。すごく楽しかった。もう昔の沖縄、なんかその生活見れたからもう本当になんか昔こんな感じだったなーって。そうね。あと、石畳の道、やはりね日本有数の残ってるもうところであって、状態がいいのはね一番最後に日本に残ってるって言ってて、そしてやっと We could discover exactly and show to everyone what the seesaw are. Oh yeah, we got to say this is exactly what she saw. Lady Crystal, can you see the fortress of thy mountain? Yon is the fortress of thy lord of Nanjo. え、なんで中世英語？雰囲気フォートレス？要塞？あれ、あそこなんか南城市役所。あちらの方にもね、もう結構ね素敵なところとアクティビティたくさんあるから、次回そこに行きたいなと思って、わかった。行こうね。はい、行きましょうね。はい。それでは、シーサー。さあ今日は2人にですね南城市佐敷の昔の街並みだったりシーサー、そして母国でしか味わえない南城市のグルメも次回ミモザの木は紹介するということです。お二人どうもありがとうございました。さあ今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちの私でも新しい発見がたくさんありましたよ。さて次回はプチ沖縄トークとしてスタジオにバンソンをお迎えしてロケの感想や裏話、そして皆さんからいただいたご質問やお便りをご紹介させていただきます。お楽しみに。んじくみそうりよ。